何がし。どうも、ワンピースの謎と仮面 YouTuber、ゆでてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2024年39号、ワンピース最新話、1124話、親友を考察していきます。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。まずは2週間前、1124話の予想はこのように考えました。こちらです。1124話の類似話数は24話、124話、1024話です。24話は偽れぬもの。ウソップが楽しい嘘で病気のカヤを喜ばせている。そして24話は何がし。そして空腹のヤマトとおでんの公開日誌の話。幕愛の回の予想は難しいです。1124話の話数の理論を修正していきましょう。24話は偽れぬもの。キャプテンクロコとクラハドールは、カヤにはウソップの嘘、オラ話は刺激が強すぎると言い、ウソップの嘘を妨害します。一方、1124話では、アラバスタのお姫様、ビビが、モルガンズの嘘の妨害を妨害しています。さらに、24話でウソップは、小人の話をしています。一方、1124話では、ウソップたちが、巨大な船の中で小人になったみたい。そんな24話は偽れぬもの。一方、1124話では、親友ベガパンクを殺めてしまったキザルが自分の気持ちを偽れず、まさかの大号泣。次に124話ではカラーズトラップ、笑いの黄色を仕掛けられたルフィ。しかしその黄色い絵の具が薄れるとブチ切れるルフィ。さらに闘牛の赤も仕掛けられて、その赤色の絵の具に攻撃しています。一方、1124話では、キザルが赤犬に怒りをぶつけている。次に1024話では、ヤマトの覇王色の吐きで泡を吹いて寝ている百獣海賊団たち。一方、1124話では、ジョイボーイの覇王色の吐きで泡を吹いて寝ている海軍たち。また、1024話では、ヤマトがお腹を空かせて、武士、侍たちにご飯をもらって、泣きながら食べている。一方、1124話では、お腹が空いたリリーとブドウを泣きながら食べるルフィ。1024話では侍のブドウ。1124話では巨人たちのブドウ。そして、1024話のタイトルは何がし。一方、1124話のテーマは何がし。人は一体何なのか。しがない天才科学者ベガパンク。これが1124話の話数の語呂合わせ一つ目。人々不死。人々不死。1024話では、長ない武士たちの何がし。1124話では、しがない不死たちの何がし。何がしと何がし。これがダジャレ、同音異義語の天才、オダッチの真骨頂。以前も言ったように、話数に死が入っていると、高確率で死の話が展開されます。以上が話数の理論、一つなぎです。ちなみに前回1123話でベアバンクは小原の先人たちが積み重ね発見した世界の秘密、その暴露映像を収めたでんでん虫を鉄の巨人の肩に隠していましたが、これは巨人の肩に立つという西洋のメタファー、比喩でしょう。巨人の肩に立つとは先人たちが積み重ねた偉業のもとで仕事をするという意味ですから、この1123話のシーンはまさに巨人の肩に立つです。それでは本編の考察を始めましょう。1124話ではエッグヘッド編が終結。ビビが負けずにモルガンズと言い争っている。これが1124話の話数の語呂合わせ2つ目。ビビ強。ビビ強。そして小舟でエッグヘッドを脱出する戦闘丸。さらにジョイボーイの覇気に耐えた唯一の男、海軍大将キザル。どちらも一応無事でした。これが1124話の話数の語呂合わせ3つ目。人々無事。人々無事。生きていた戦闘丸。しかしその目には涙。一方、キザルも赤犬に煽られてその目に涙を浮かべています。キザルの親友とはベアバンクだった。こちらです。ここでキザルは傷つけてはいけないものを確認。1、パワープラント。2、ファンクレコード。3、ヨーク。そして消すべきは親友のドクターベアバンク。コメント欄では1091話のキザルが言う親友とはベアバンクというより戦闘丸のことではという意見もありましたが、一応はやはりキザルの親友はベアバンクでした。これが1124話の話数の語呂合わせ4つ目。悲哀の需要。悲哀の情。悲哀とは喪失後に変化する悲しみの心です。親友ベアバンクを殺めてしまったキザルの憂鬱。ここで赤犬とキザルは決裂してしまうのか。海軍の正義にひびが入ったようです。そして X で1ヶ月前考えたようにエッグヘッドの終わりは小原の終わりとリンクしています。
小原で赤犬杯は悪は可能性から根絶やしにせねばならんと言い、一方エッグヘッドでは悪のリリスが生存。小舟でひっそりと脱出する戦闘丸は小舟でひっそりと脱出したロビンのよう。一方親友ベガパンクを殺めてしまったキザルですが、そのベガパンクは実はある意味で生きていました。一方大原では親友サウロを青生地が仮死状態にしてサウロは後に生きていました。さらにベガパンクはそのサウロから大原の文献を受け継いでいるのが面白いです。場面が変わってリリースが目覚めます。リリースはここで何者かと通信中。キザルも赤犬と通信していましたから、これが1124話数の語呂合わせ5つ目。人々通信。リリースはその何者かに事情を聞くと泣き出して、しかしすぐに元気になりました。それはベアパンクたちが全員生きているから。人々不死。さらに1124話数の語呂合わせ6つ目。人々分身。ベアパンクたちはある意味で生きている。ただし一般的な概念では死んでいるが、ベアパンクの概念では死んでいない。何が死？なぜベアパンクが生きているのか。それはもちろんエッグヘッドに残っているあのパンクレコーズ、巨大な脳みそ、やはりあれが本体だったのか。1年半前こちらの動画ではエッグヘッドにはもう一つベアパンクの脳みそがあり、それはパンクレコーズであり、そしてその脳みそはマスターシステムだと考えました。こちらです。つまりは存在しないはずの8人目のベガパンク、巨大な脳みそパンクレコーズ、それこそがエッグヘッドのマスターシステム。はい、この考察は正しかったようです。パンクレコーズの脳みそがマスターシステムなら、確かに肉体は死んでもステラやシャカたちはある意味で死んでいない。しがない科学者ベアパンク、話数の語呂合わせ、人々不死で種明かしがされてエッグヘッド編が完結するとは見事です。そのように考えると、なぜリリースが最初に登場したのか、なぜリリースの口調がジジイみたいな口調なのか、その答えもわかります。それはリリースがある意味でベアパンクそのものになるという伏線だったようです。なぜならステラの一人称は私なのにもかかわらず、リリースの一人称だけがわしだったのも伏線なのでしょう。一人称わしとはわし、そしてベガとはアラビア語でわしという意味です。わしは政府に雇われたしがない天才科学者ドクターベアパンクじゃ。リリースの一人称わしイコールベガ、これもリリース生き残りの伏線だったのでしょう。そしてリリースの声優が大ヒットしたラノベ、鈴宮春樹の憂鬱の主人公と同じ平野綾さんなのもポイントか。ただの人間には興味ありません。この中に宇宙人、未来人、異世界人、超能力者がいたら私のところに来なさい。以上。鈴宮春樹とは傲慢な性格であり SOS 団の団長でした。一方リリースも傲慢な性格で海軍 SSG のリーダーベアパンクです。小田先生は鈴宮春樹を意識して平野綾さんにオーダーしたのかもしれません。またキザルの回想シーンで過去のベアパンクはキザルにいくら出せるとリリースのように金を要求しています。そして前回1123話でベアパンクは人間から欲を引き離したと言っていました。つまり過去のベアパンクには当たり前ですが悪と欲が存在していたということになり、ベアパンクはいいやつか悪いやつか問題はこれで解決です。過去のベアパンクは今ほどいいやつではない。普通の人間と同じように打算的な考えを持った人物だったようです。ベアパンクは過去に革命軍ドラゴンから反政府へ誘われても断っていました。それはベアパンクにはまだ欲があったからでしょう。過去のベアパンクの深層心理にあった欲とは天竜人になりたい。それは本人も気づいていなかったどす黒い承認欲求。しかしその欲を引き離したことで逆に現在のベアパンクは世界の人々のために動いているのが面白いです。とにかく7人いたベアパンクは2人になりました。ルフィ側に悪のリリス、政府側に欲のヨーク。そんなリリスはめっちゃ可愛い。ワノ国のヒロインは男娘のヤマト、エッグヘッドのヒロインはセクシー子供娘のボニー、そしてエルバフのヒロインは中身ジジイ娘のリリスなのか。とにかくベアパンクたちはある意味で生きている。これを聞いて理解したルフィの憂鬱は晴れて晴れ晴れ愉快。宴を再開させて乾杯。
章の最後は宴で締めたいという小田先生の思い通りです。そして最後のコマではエルバフで待つ謎のシルエット。ワンピース恒例クイズ何者目。その男は酒を飲んでいる。そして上から目線で来いと言い、ルフィたちがエルバフに来ることを知っている。つまりルフィたちのことを知っている。そして四皇であるルフィを恐れていない。つまりは強キャラか。しかし腕はさほど太くはない。腕のシルエットに注目すると服は七分袖のようです。そのように考えると、このシルエットはルフィの友達シャンクスか。この1124話のタイトルは親友。そして直近でエルバフが描かれた1076話のタイトルは旧友。シャンクスは1076話でエルバフに滞在しており、そして1話でルフィのことを友達だと言っていました。しかも僕が10年前から言い続けている重要回1127話まで残りあと3話です。1127話の語呂合わせは一つなぎ。1127話でルフィとシャンクスがもしも27年ぶりに再会するなら、それはまさに重要回一つなぎです。謎の男がシャンクスなら最強の話数の理論も成立します。24話ではウソップの父親ヤソップの話、1124話には謎のシルエット、そして次の25話ではヤソップが描かれている。すると次の1125話にシャンクスが登場するのか。ヤソップとシャンクスはどちらも赤髪海賊団です。となるとエルバフの巨人たちはもしかしたらシャンクスからルフィイコールニカラと教えてもらいエッグヘッドまで迎えに来たのか。そして1127話でルフィとシャンクスはニカやラフテルやワンピースの話をするのか。以上です。続いては次回1125話の展開を話数の理論から予想していきましょう。1125話の類似話数は25話、125話、1025話です。25話は嘘800、語呂合わせは符号。ウソップが言う海賊の父親とは自分がかつて憧れていた赤髪海賊団ヤソップだと符合するルフィ。ここと繋がるならあの謎のシルエットはやはり赤髪海賊団シャンクスなのか。125話はキャンドルチャンピオン、語呂合わせは火の粉。ミサー3の髪が赤く燃えている。やはり赤髪のシャンクスが現れるのか。1025話は総流図、語呂合わせは人は双子。四皇街道の前に再び現れたルフィ。それならば1125話ではルフィの前に四皇シャンクスが現れるのか。そんな1125話の話数の語呂合わせ予想は、いいニコ、いいニコイ。ニコ・ロビンがエルバフでサウロに再会するのか。そしてルフィもシャンクスに再会して笑うのか。人人符号。エルバフに伝わる神、人人の実ニカとゴムゴムの実のルフィ。この2つが符合する話か。それを語るためにシャンクスはエルバフでルフィを待っているのか。以上です。皆さんはどう思われましたか。ありがとうございました。チャンネル登録してね。謎を解く鍵はより一体語呂合わせ。最強は数の理論に滑り倒すダジャレと音痴な私の考察には敵が多すぎる。謎を解くゆでろ一緒に最後まで釈迦じゃないよ。